右には透明の字 S が入ってるのが見えますね。さて今回は眼中2リープです。なのだ。眼中2シリーズは2021年のフラッグシップモデルとなります。期間ですよ、期間。眼中2には前回のマグレブと今回のリープ、あとはスマートキューブの UI が発売予定です。スマートキューブはキャップが違うのかね。公式大会ではスマートキューブは使用禁止なので外側からわからないとまずいんですけどね。さて開けていきます。オープンします。ダイナースクラブプレミアムカードが入っていました。そんなの入ってるわけないじゃん。本当はシリアルナンバーが刻印されたカードです。基本的に付属品はマグレブと同じです。レンチだけが違います。今回はアクセサリーボックスから開けてみます。これ以外は同じだと思うのでこれだけ出します。いわゆる AirPods Pro を開けていきます。似てるけどさ、こんなに耳にさせないのだ。このレンチは例によって引っ張って使います。本体を見てみましょう。ケースはマグレブと同じですね。桃太郎じゃないやつです。リープはフロストです。マグレブはこんな感じでした。UV はテカテカですね。フロストは光が反射しません。桃太郎です。111M プロね。フロストさ加減は同じっぽいです。指汗の分光ってるけどね。基本は同じなのだ。アシストの量はマグレブと大体同じですかね。またしてもシュールすぎるのだ。マグレブよりカチャカチャしないかな。マグレブの方がちょっとカチャめです。それ何を？回転の軽さはちょっとマグレブの方が軽いかも。ミッキがリープでヒッタリがマグレブ。癖がすごいのだ。右には透明の字 S が入ってるのが見えますね。マグレブと同様にトラベルディスタンスは2でした。正直トラベルディスタンスと呼びたくないんですけどね。テンションはテンションあれあれでビマヨマヨビマヨ始まりましたね。4回で落ちたので初期値は2ですかね。28日は鳥の日セットがあるよ。それはケンタですね。あ、そっか。2にしておきます。たまにずれてることがあるので青面も確認します。29日は肉の日だよ。5回で落ちたので1でしたね。とりあえずは6段階の中間の3にしておきましょう。緑面も確認します。5回で落ちたので1ですね。全部1にしますか。多数決なのだ。ここまで来たらシラフも確認。今度は3段階。統一されてないのだ。オレンジ面は5回で落ちたので1。1が多そうなので初期値は1かな。赤面も5回で落ちたので1にします。1
ちなら緩いからアシストも広そうですね。ヒロヒロなのだ。マグレブに近づいた気もします。全部3にしてみました。同じくらいでしょうか。3でマグレブの位置と同じくらい説濃厚です。引き込まれます。同じと言っても過言の滝なのだ。よくわかりませんが、リープはバネなのでバネ泣きしますかね。聞こえないのだ。エッジの足が太かったり、エッチ足足足足。コーナーの足のマグネットが足長おじさんなのは同じです。GS 部分が違うだけですね。七不思議である軸の溝は潤滑剤保持用ですかね。マグレブじゃないけどコアマグが同じなので当然45度付近では浮きます。前回、これぞマグレブと言ったのはまあ間違いですね。もっとちゃんとお詫びしなさい。部品が同じだからマグレブの UV をフロスト化できるかな。リープを UV 化できるとも言いますが、日焼け止め。マグネットを入れて使えるか見てみます。ここで気がつきました。リープのレンチの足は短いのでマグレブには使えない。マグレブのレンチと比較してみます。ちょっと足の長さが違うおじさんです。どう突っ込めばいいのか難しいのだ。UV とフロストは交換しても使えそうですね。3段目だけがフロストです。だからなんだと言われても困るのですがね。リープの組み立てはまず GS を入れます。段差面が下です。次に厚さの変わる水色部品をつけます。トラベランスね。間違いではないのかも。T 字に引っ掛ければ OK です。オッケーぐるぐる。リープは 11M プロに似てますね。私の持っているのがフロストなせいもありますが、でも 11M プロよりは軽い設定です。M 列は重そう。コーナーカットはまあ変わらないでしょうね。45度あるかないか。リバースはオンザラインあるかないか。あるかないか、それが問題なのだ。ハムレットの独白。オンザラインは引き込まれますけどね。マグレブの初期設定だとオンザラインは完全に引き込みますね。リープも最弱から2番目にしてみました。引き込むようです。やはり緩めればアシストは強くなるけど回転が軽々ですね。一つ上げて最弱から3番目にしてみました。指輪になのは謎。お腹減ったのだ。マグレブの初期設定と同じくらいになりました。回しすぎなのだ。何か回転するときに音がたくさん聞こえます。マグレブもするのでバネではなさそう。コアマグネットぶつかってないかな。かなり近いんだけど。ちょっと判断できませんでした。擦れてたらそのうち削れるのだ。コーナー側のマグネットを抜いてみるテスト。結局音がしてる気がします。重さはいきなり話題変わりすぎ。
61g。マグレブが 66g なので 5g 軽いです。大した差じゃないけどね。サイズは約 56mm。そもそも GES ってどこで摩擦するんでしたっけ？カプセルの上と下は別々には回らない。ということはカプセルの上下面で摩擦する。でも下面は段差があるから固定されてますね。ということは摩擦するのは上面と水色部品ですね。ここで摩擦してますね。注油する場合はここですね。果たして本当にそうかな。バネはカプセル内なのでバネ泣きはしそうもないですね。ここがはまるようになってるんですね。分解していて気がつきましたが、この調整スイッチのメカが遊んでてカチカチ言いますね。遊びたい。全部のコーナーが振るとカチカチ言います。コーナーの足のマグネットの六角のものは三角のものより本当に強いのか。疑い深いのだ。ミッキが六角でヒッタリが三角です。本当に六角の方が強そうです。それは本当なのね。さてマグレブとリープを比較してきましたが、結局のところマグレブはバネがないので摩擦しない分回転が軽いです。最弱設定同士を比べるとマグレブの方が軽そう。本当かよ。調整の幅を考えるとマグレブの方が良さそう。リープも普通にいいですけどね。マグレブのフロストとは同じ値段みたいですし。ということで2回にわたって眼中にマグレブとリープをレビューしました。私的にはマグレブで軽い設定にして回し込んでみたいと思いました。私的にはピザが食べたいです。UV にするかフロストにするかは完全に好みだと思います。お好み焼きもいいね。リープはフロストしか販売しないようですね。それでは今回はこの辺なんだわ。ご視聴ありがとうございました。